それでは皆さん、一度深い深呼吸をしていきましょう。鼻から大きく息を吸って、鼻から大きく息を吐き出して、そのまま気持ちよく呼吸を続けていきます。夢十夜、夏目漱石。第一夜。こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にます、という。女は長い髪を枕に敷いて、輪郭の柔らかな瓜ざ顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に暖かい血の色が程よくさして、唇の色はメロン赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にます、とはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら、女はぱっちりと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中は、ただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に、自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。自分は透き通るほど深く見える、この黒目の艶を眺めて、これでも死ぬのか、と思った。それで、年頃に枕のそばへ口をつけて、死ぬんじゃなかろうね、大丈夫だろうね、とまた聞き返した。すると女は、黒い目を眠そうに見張ったまま、やっぱり静かな声で、でも死ぬんですもの、仕方がないわ、と言った。じゃあ私の顔が見えるかいと一心に聞くと、見えるかいって、空そこに映っているじゃありませんかと、にこりと笑ってみせた。自分は黙って顔を枕から離した。腕組みをしながら、どうしても死ぬのかなと思った。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして空から落ちてくる星のかけを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかねと聞いた。日が出るでしょう。それから日が沈むでしょう。それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へ落ちていくうちに、あなた待っていられますか？自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてください、と思い切った声で言った。
100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると、黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を乱したように流れ出したと思ったら、女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。自分はそれから庭へ降りて、真珠貝で穴を掘った。真珠貝は大きな滑らかな縁の鋭い貝であった。土をすくうたびに、貝の裏に月の光が差してキラキラした。湿った土の匂いもした。穴はしばらくして掘れた。女をその中に入れた。そうして柔らかい土を上からそっとかけた。かけるたびに真珠貝の裏に月の光が差した。それから空の欠けの落ちたのを拾ってきて、軽く土の上へ乗せた。星の欠けは丸かった。長い間、大空を落ちている間に、角が取れて滑らかになったんだろうと思った。抱き上げて土の上へ置くうちに、自分の胸と手が少し暖かくなった。自分は苔の上に座った。これから100年の間、こうして待っているんだな、と考えながら、腕組みをして、丸い墓石を眺めていた。そのうちに、女の言った通り、日が東から出た。大きな赤い日であった。それが、また女の言った通り、やがて西へ落ちた。赤いまんまで、のっと落ちていった。一つと自分は感情した。しばらくすると、またからくれないのテントウがのそりと登ってきた。そうして黙って沈んでしまった。二つとまた感情した。自分はこういうふうに一つ二つと感情していくうちに赤い日をいくつ見たかわからない。感情しても感情しても尽くせないほど赤い日が頭の上を通り越していった。それでも100年がまだ来ない。しまいには苔の生えた丸い石を眺めて、自分は女に騙されたのではなかろうかと思い出した。すると石の下からハスに自分の方へ向いて青い口が伸びてきた。見る間に長くなって、ちょうど自分の胸のあたりまで来てとどまった。と思うと、すらりと揺らぐ茎の頂に、心持ち首を傾けていた細長い一輪のつぼみが、ふっくらと花びらを開いた。真っ白な百合が花の先で骨に応えるほど匂った。そこへ遥かの上から
ぽたりと露が落ちてきたので、花は自分の重みでふらふらと動いた。自分は首を前へ出して、冷たい露の滴る白い花びらに接吻した。自分が百合から顔を離す拍子に思わず遠い空を見たら、暁の星がたった一つ瞬いていた。100年はもう来ていたんだな、とこの時初めて気がついた。第2夜。こんな夢を見た。和尚の質を下がって、廊下伝いに自分の部屋へ帰ると、安藤がぼんやりと持っている。片膝を座布団の上について、刀身をかき立てたとき、花のような長寿がパタリと死縫いの台に落ちた。同時に部屋がパッと明るくなった。襖の絵はウソンの筆である。黒い柳を濃く薄く、おちこちと書いて、寒そうな呂布が傘を傾けて土手の上を通る。床には懐中文書の軸がかかっている。炊き残した線香が暗い方でいまだに匂っている。広い寺だから神官として人気がない。黒い天井に差す丸安藤の丸い影が仰向く途端に生きているように見えた。縦膝をしたまま左の手で座布団をめくって右を差し込んでみると、思ったところにちゃんとあった。あれば安心だから、布団を元のごとく直して、その上にどっかり座った。お前は侍である。侍なら悟られぬはずはなかろうと、和尚が言った。そういつまでも悟れぬところを持ってみると、御前は侍であるまいと言った。人間のクズじゃと言った。はあ、怒ったな、と言って笑った。悔しければ、悟った証拠を持ってこいと言って、ぷりっと向こうを向いた。けしからん。隣の広間の床に据えてある置き時計が、次の時を打つまでには、きっと悟ってみせる。悟った上で、今夜はまた入室する。そうして、和尚の首と悟りと引き換えにしてやる。悟らなければ、和尚の命が取れない。どうしても悟らなければならない。自分は侍である。もし悟れなければ、自尽する。侍が恥ずかしめられて生きているわけにはいかない。きれいに死んでしまう。こう考えたとき、自分の手はまた思わず布団の下へ入った。そうして取材屋の担当を引きずり出した。ぐっと塚を握って赤い鞘を向こうへ払ったら、冷たい刃が一度に暗い部屋で光った。
すごいものが手元からスースーと逃げていくように思われる。そうして、ことごとく切っ先へ集まって、殺気を一点に込めている。自分はこの鋭い刃が、無念にも針の頭のように縮められて、くすんゴブの先へ来て、やむを得ず尖っているのを見て、たちまちぐさりとやりたくなった。体の血が右の手首の方へ流れてきて、握っている塚がにちゃにちゃする。唇が震えた。短刀を鞘へ収めて、右脇へ引きつけておいて、それから前牙を組んだ。上州曰く、無と、無とは何だ。クソ坊主め、とはがみをした。奥歯を強く噛みしめたので、鼻から熱い息が荒く出る。こめかみがつって痛い。目は普通の倍も大きく開けてやった。掛け物が見える。安藤が見える。畳が見える。和尚の夜間頭がありありと見える。ワニ口を開いて、嘲笑った声まで聞こえる。けしからん坊主だ。どうしても夜間を首にしなくてはならん。悟ってやる。無だ、無だと、下の根で念じた。無だというのに、やっぱり線香の香りがした。なんだ線香のくせに。自分はいきなりげんこつを固めて、自分の頭を嫌というほど殴った。そうして奥歯をギリギリと噛んだ。両脇から汗が出る。背中が棒のようになった。膝の継ぎ目が急に痛くなった。膝が折れたってどうあるものかと思った。けれども痛い。苦しい。無はなかなか出てこない。出てくると思うとすぐ痛くなる。腹が立つ。無念になる。非常に悔しくなる。涙がほろほろ出る。一思いに身を大岩の上にぶつけて、骨も肉もめちゃめちゃに砕いてしまいたくなる。それでも我慢してじっと座っていた。耐え難いほど切ないものを胸に入れて忍んでいた。その切ないものが体中の筋肉を下から持ち上げて、毛穴から外へ吹き出よう、吹き出ようと焦るけれども、どこも一面に塞がって、まるで出口がないような残酷極まる状態であった。そのうち頭が変になった。安藤も武尊の絵も畳も違いならもあってないような、なくってあるように見えた。と言って、無はちっとも厳然しない。ただいい加減に座っていたようである。ところへ、忽然、隣座敷の時計が、チーンと鳴り始めた。はっと思った。右の手をすぐ担当にかけた。
時計が二つ目をチーンと打った。第三夜。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶっている。確かに自分の子である。ただ不思議なことには、いつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。自分が、お前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何、昔からさ、と答えた。声は子供の声に間違いないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。詐欺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかると顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって詐欺が泣くじゃないか、と答えた。すると詐欺が果たして二声ほど泣いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと、向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならば、と考え出す途端に、背中で、ふふん、という声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ、お父さん、重いかいと聞いた。重かはない、と答えると、今に重くなるよ、と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねって、なかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立ってちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな、と小僧が言った。なるほど。八寸角の石が腰ほどの高さに立っている。表には、左、日が久保、右、堀田原とある。闇なのに赤い字が明らかに見えた。赤い字はイモリの腹のような色であった。左がいいだろう、と小僧が命令した。左を見ると、さっきの森が闇の影を高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと躊躇した。遠慮しないでもいい、と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よくめくらのくせに何でも知っているな、と考えながら、一筋道を森へ近づいてくると、背中で、どうも盲目は不自由でいけないね、と言った。だから、おぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人に馬鹿にされていけない。
親にまで馬鹿にされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな、と背中で独り言のように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって知ってるじゃないか、と子供はあざけるように答えた。するとなんだか知っているような気がしだした。けれども、はっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうして、もう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧がくっついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうして盲目である。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。自分は覚えずとどまった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは、確かに小僧の言う通り、杉の木と見えた。お父っさん、その杉の根のあたりだったね。うん、そうだ。と思わず答えてしまった。文化5年、辰年だろう。なるほど、文化5年、辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、文化5年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で一人の盲目を殺したという自覚が忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と初めて気がついた途端に、背中の子が急に石地蔵のように重くなった。第4夜。広い土間の真ん中に涼み台のようなものを据えて、その周りに小さい将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中つやつやして、シワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ、
白いひげをありったけ生やしているから、年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ、裏の家系から手桶に水を汲んできたかみさんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいと飲んで、そうしてふーっと長い息を白いひげの間から吹き出した。すると、かみさんが、おじいさんの家はどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、へその奥だよと言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで、前のような息をふーっと吐いて、あっちへ行くよと言った。まっすぐかいとかみさんが聞いたとき、ふーっと吹いた息が障子を通り越して柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。アサギの桃引きを履いて、アサギの袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が3、4人いた。じいさんは笑いながら腰からアサギの手ぬぐいを出した。それを肝心よりのように細長くよった。そうして地べたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから見ておろう、見ておろうと繰り返していった。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、いいかと言いながら、じいさんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども、手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは
笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をぴたりとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ぽっと放り込んだ。こうしておくと、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になると言ったり、蛇になると言ったりして歩いていく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、笛が鳴る、と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはざぶざぶ川の中へ入り出した。はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、ひげも、顔も、頭も、頭巾も、まるで見えなくなってしまった。自分は、じいさんが向こう岸へ上がったときに、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人、いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。第五夜。こんな夢を見た。何でも、よほど古いことで、神代に近い昔と思われるが、自分が戦をして、運悪く負けたために、生け捕りになって、敵の大将の前に引き据えられた。その頃の人は、みんな背が高かった。そうして、みんな長いひげを生やしていた。革の帯を締めて、それへ棒のような剣を吊るしていた。弓は藤蔓の太いのをそのまま用いたように見えた。漆も塗ってなければ、磨きもかけていない。極めて素朴なものであった。敵の大将は、弓の真ん中を右の手で握って、その弓を草の上へついて、坂亀を伏せたようなものの上に腰をかけていた。
その顔を見ると、鼻の上で左右の眉が太くつながっている。その頃、カミソリというものは無論なかった。自分は虜だから腰をかけるわけにはいかない。草の上にあぐらをかいていた。足には大きなわら靴を履いていた。この時代のわら靴は深いものであった。立つと膝頭まで来た。その端のところは藁を少し編み残して、房のように下げて、歩くとバラバラ動くようにして飾りとしていた。大将はかがり火で自分の顔を見て、死ぬか生きるかと聞いた。これはその頃の習慣で、虜には誰でも一応はこう聞いたものである。生きると答えると降参した意味で、死ぬと言うと屈服しないということになる。自分は一言死ぬと答えた。大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて、腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけた。それへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた。自分は右の手を楓のように開いて、棚心を大将の方へ向けて、目の上へ差し出した。待てという想図である。大将は太い剣をカチャリと鞘に収めた。その頃でも恋はあった。自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った。大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った。鳥が鳴くまでに女をここへ呼ばなければならない。鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう。大将は腰をかけたままかがり火を眺めている。自分は大きなわら靴を組み合わしたまま草の上で女を待っている。夜はだんだん更ける。時々かがり火が崩れる音がする。崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかる。真っ黒な眉の下で大将の目がピカピカと光っている。すると誰やら来て、新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでいく。しばらくすると火がパチパチと鳴る。暗闇を弾き返すような勇ましい音であった。この時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出した。たてがみを三度撫でて、高い背にひらりと飛び乗った。蔵もない、あぶみもない裸馬であった。長く白い足で太腹を蹴ると、馬は一産に駆け出した。誰かがかがりを継ぎ足したので、
遠くの空が薄明るく見える。馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる。花から火の柱のような息を二本出して飛んでくる。それでも女は遅い足で、しきりなしに馬の腹を蹴っている。馬は蹄の音が銃で鳴るほど早く飛んでくる。女の髪は吹き流しのように闇の中に尾を引いた。それでもまだかがりのあるところまで来られない。すると真っ暗な道の旗で、たちまちコケコッコーという鳥の声がした。女は身をそらさまに、両手に握った手綱をうんと控えた。馬は前足の蹄を硬い岩の上にはっしと刻み込んだ。コケコッコーと鶏がまた一声鳴いた。女はあっと言って締めた手綱を一度に緩めた。馬はもろ膝を折る。乗った人と共にまともへ前へのめった。岩の下は深い淵であった。蹄の跡はいまだに岩の上に残っている。鶏の鳴く真似をしたものは天の弱である。この蹄の跡の岩に刻みつけられている間、天の弱は自分の仇である。それでは皆さん、おやすみなさい。